はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。本日もね、引き続き古民家の2階寝室 DIY を進めていきたいと思います。はい、ということで前回なんですけど、こちら寝室に棚を2つ作成しまして、まず1つ目がこちらのね、屏風式の M 型棚と、こちらがね、A 型棚なんですけど、これがね、我ながらなかなかそこら辺では見かけない斬新なデザインの棚ができたんちゃうかなと思って大変満足しております。前回ね、棚は形こそ完成したものの、まだね、天板、塗装できてない部分があるんですよ。この A 型棚なんかもここの側面、まだ濡れてないです。これをね、今回はしっかり、塗装して 100% 完成形までね、仕上げたいと思います。で、それだけだとちょっと物足りないんで、今回はね、この2階寝室に僕のね、仕事用のデスクを作ろうと思っております。毎週日曜日ね、こうやって動画投稿をするためには、もちろんね、DIY 作業自体もね、大事なんですけど、それと同じぐらいパソコンを使っての編集作業っていうのもね、大事なんですよ。なので、編集作業が楽しくなるような、ついついこうテンションが上がって仕事したいっていうモチベが上がるような、そんなね、デスクをね、作りたいと思ってまして、それで今回はデスクのね、天板には贅沢に板杉の一枚板を使うことにしました。で、もう事前に素敵な一枚板を販売されてらっしゃる、板の製材所さんをインターネットで見つけてるんで、まずは一枚板を買い付けに行くところから、今回の動画はスタートしたいと思います。ということで、今回も気合入れて頑張っていきたいと思います。やっていくで。よっこいせっと。はい。こちらがね、今回、日田の製材所で入手した、日杉の一枚板でございます。ちょっと見て、この木目。やばくないですか？いや、本当に木目が素晴らしい一枚板。今回手に入ったと思います。でね、この一枚板。皆さん、これいくらやと思いますか？そもそもこの板がですね、この奥行きが、約600。で、長さが、2000ちょい。で、厚みが、だいたい45ミリ。それでいて、この板自体が、樹齢170、80年の木から採取したもので、さらに30年かけて自然乾燥させてます。なので、もうね、200年以上前の木なわけですよ。はい。それでいくらだと思いますか？なんと35,000円で今回購入させていただきました。安いやばくないですか？ 200 年前の木から採取した一枚板。それでいて日杉。35,000円は安すぎるよね。ほんまにいい買い物したと思います。ほんで今回お世話になった製材所さんには、これと似たような一枚板がね、まだ倉庫に数十枚あって、で、現在進行形で乾燥中のね、板も数十枚あって、もうほんまにお宝の山でしたよ。やばい、あそこは。ほんで、自然乾燥もね、もう木の板をどんどん上に積み重ねていって、上から重みをかけて30年乾燥させてるんで、全然反りがないんですよ。それでいて、もうしっかり乾燥しきってるから、むちゃくちゃ軽いんですよね。めっちゃ軽い。いや、これはマジでめちゃくちゃ贅沢なデスクになりますね。はい。ほんで、この板を今から、サンダー掛けして、オイルをね、コーティングしていきたいと思うんですけど、今回ね、もうこれ、せっかくこんな美しい木目なんで、着色はしないでおこうと思います。今回、これに使用するオイルがですね、こちら、オスモのトップオイル。そして色はクリアのゴブツヤ。こちらでオイルコーティングしていきたいと思います。
まあこのオイルはね、以前洗面台の一枚板にも塗ったことあるんですけど、これが本当に優れもので、まあこれをね、コーティングすることによって、まあ水を弾くようになるし、なおかつ、まあちょっとした傷だとか汚れにもね、強くなるんですよね。それでいて、これはね、ゴムツヤなんで、本当に程よいツヤ感に仕上がるんですよ。ってことでね、このオスモを塗っていく前に、このね、一枚板しっかりサンダー掛けしていきたいと思います。で、今現在、もうすでにね、180番まではサンダー掛け済ましてくれてるみたいです。ここからさらに、240番、そして最終的に320番までサンダー掛けしてね、もうツルツルにしていきたいと思います。よし、やっていこう。よっしゃ、この1個の節だけはね、木部用のパテで埋めたいと思います。よし、いいね。よしゃー。オッケーオッケー。わ、ツルツルなりましたわ。ツルツル。よっしゃー。よっしゃ、ほんなら、これは、この布ウエスで薄く薄く塗り伸ばしていきます。おお、こんな感じ。ドロッとしたオイルですね。これをちょっとずつね、薄く薄く塗り伸ばしていきます。おお、いいね。いい感じの飴色になりますね。塗ってないとことの違いがすごいわ。いいね。めっちゃいいやん。ほんで、ちなみにね、これに関しては、まあ一度塗りだけじゃなく、二度塗り、三度塗りぐらいまでね、したいなと思ってます。よし。やばい、めっちゃ綺麗。どうですか？程よいツヤ出たんじゃない？お、いいね。この耳の部分めっちゃ綺麗やん。こっちが要はね、手前側に来る耳の部分なんですけど、やばいね、ここ。この耳の部分こそ一枚板の魅力ですよね。よし、オッケー。とりあえずこれで
一度塗りは完了です。ここから、丸1日乾かして、で、そこからまた、600番とか、そういうきめの細かいペーパーで軽くやすってから2度塗り目をしたいと思います。OK。よし。やっぱり2回目は1回目の時より伸びがいいですね。こうやって数回に分けて膜を張ってあげるとしっかりオイルの効果が発揮されると思います。よし、OK。2回目塗装完了。よし、ほんならね、一枚板のオイルが乾くのを待ってる間に、こちらのね、棚の天板を塗装していきたいと思います。よいしょ。よいしょ。はい。ブライワックスのウォルナット、また届きましたよ。いや、それにしてもね、このブライワックスが買うのにそんな苦労すると思いませんでしたね。まあね、今は本当にブライワックスに限った話じゃなく、中東情勢でいろんなね、塗料が結構入手困難な状態になってるみたいですね。それこそ、今回ね、お世話になった日田の製材所さんもね、おっしゃってたんですけど、今塗装屋さんが塗料不足でお仕事できてない状態みたいなんですよね。そもそも今回、購入した一枚板、あれも実はね、塗装屋さんに、オイル塗装お願いしようかなと思ってたんですよ。そのオプションで本来受けたまっている塗装サービスっていうのを今はちょっともう停止させてもらってるんですよっておっしゃってて、ほんまに今大変ですよ、建築業界は。いや、ほんまにね、一刻も早く元通りの状態に戻ってほしいもんです。よっしゃ、オッケー。ここのダボ埋めした部分、ここも塗装していきましょう。よし。ほんなら板取り付けていきましょう。この下からビス止めていきたいと思います。じゃあよっしゃ。よいしょ。よっしゃー。OK、着いたよ。
ぱり天板を骨組みに固定したことによってがっしりしましたね。よいしょ。よいしょと。はい、改めて屏風式 M 型棚、そして A 型棚がね、完成いたしました。いやー、めっちゃいいんじゃない？お、うちの瀕死状態のトマト、こっちのアマタンの方ここに2つだけ残ってた実が赤く色づいた。このアマタンならぬタマタン。やったやん。よいしょ。よいしょ。ほら、最高。いやでもこうやってちょっとでもね、見つけてくれるの嬉しいですね。うん。味はめっちゃうまいんよ。まあ今年はね、トマトあまり成功しなかったんですけど、でも振り返ってみると、いろんなね、反省点があったんで、またそれを活かしてね、来年再度挑戦してみたいと思います。よし。オッケー。よし。ほんなら、ここからですね、この寝室のこのルーバン、ここのこの105角の柱、これに猫ちゃんの爪研ぎ用の面ロープをね、巻いていきたいと思います。まあ以前1階の寝室でも同じ手法でね、柱に面ロープ巻きつけて、それがですね、もう今、本当に大活躍してくれてて、もう猫ちゃんはもうそこでしか爪研がないんですよ。だからまあ他の家具だとか、あとはまあ壁のこういうね、角っこ、こういったところをね、保護するためにも、面ロープ作戦はね、もう超有効なわけですよ。で、今回、まあこの柱に巻くために用意したね、面ロープが、こちら、茶色の面ロープですね。これをグルーガン使って柱に貼り付けていきたいと思います。ほんで以前1階の寝室ではこれねロープを一番下からこうぐる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 巻いていったんですけど、でもね下から30センチぐらいまではあまりにも低くて猫も爪研がないんですよ。25センチここで、ほんでだいたいそうね、上は下から1メーターぐらいの位置、この間を巻きつけていきたいと思います。ほんでやっぱりね、猫が爪を研いでるとやっぱ次第にねちょっと緩んでくるんですよ。なので最初の1段目からだいたい5段目ぐらいまではガッチガチにちょっとグルーで固めたいと思いますね。よいしょ。熱っ熱っ熱っ。ここの先っぽの部分めっちゃ熱い。やばいな。しっかりこうきつめに巻いてたら結構時間かかるな。ほんなら下はね結構もうグルーでガチガチになったんで、ここからは2段に1回グルーをつける感じでやっていきたいと思います。なのでグルーつけないところはしっかりきつめにピンと張って巻いてあげて、
よっしゃ、1つ目のロープ使い切りました。やば、結構これ力使うな。指痛なってきた。でもいいよ、ピシーッと腫れてます。はい、オッケー。無事ね、面ロープ巻くことができました。いや、どうですか？めちゃくちゃ柱の色にもマッチしてて、なんかむしろロープを巻いたことでちょっと和な感じが増して、すごいいいんじゃない？いや、もうこれを巻いたことによって、部屋の壁、そして家具、爪研がれてボロボロになることもないと思います。よしよし、いいね。よっこいせと。おかしいな。まだ発送されてない。このね、仕事用のデスクに取り付ける、アイアンの足をインターネットでね、注文してたんですけど、それがね、もう10日前に注文したけど、未だに発送されてないっていう。なんで本来はね、今週中に、これ足までつけてしまう予定やったんですけど、今週はちょっとそこまでいかないですわ。残念。でもこの一枚板はオイルコーティングをね、もう3回済ませて、もうツルツルの状態、もういつでもね、足取り付けれる状態にはしたんで、足が届き次第すぐにね、取り付けたいと思います。こんな感じで今週は、いろいろと細かい作業はしたんですけど、あまりね、DIY としては進展がありませんでしたね。毎週ね、次から次へと DIY をしてるとね、今週みたいなあまり進展のない時もたまにはあります。でもそういうこともあって、今週はね、ちょっと時間が浮いたんで、また久しぶりにね、うちの畑で収穫できたお野菜を使って、お料理動画をね、ここからお届けしたいと思います。はい、ということで、引き続きお楽しみください。どうぞ。はい、ということでやっていきましょう。工事現場クッキング。久しぶりのお料理動画ですよ。ね、最近ちょっと忙しくてできてなかったんですけど。ということで、本日作るのがですね、これ。うちで採れたね、ズッキーニ、そして、パプリカ。こういうね、夏野菜と、このエビ。はい。これでね、エビと夏野菜のジェノベーゼ和えを作りたいと思います。それがまず一品目ね。そしてもう一品がこれ。春巻きの皮を使ったハムとチーズのブリトー。はい。こちらを作っていきたいと思います。ということで、早速やっていきましょう。待って、やばいやばい。粉チー忘れとった。粉チーズは肝心よ。おー、いいね。よーし。一回全部戻して。
オッケー、出来上がり。よし、ほんなら次はブリトーや。まず、この、春巻きの皮を濡らして、オッケーオッケー。はい。1枚で薄いんでね、2枚使います。ここに、チーズを。で、これを。はい。はい。こんな感じ。ちっちゃいけど美味しそうやね。はい。2つできた。よし、これほんなら焼いていきましょう。わ、めっちゃいいやん。おー、いいやん。よし、オッケーや。出来上がり。なんてうまそうなんだ。はあ、ほんなら、今日は晩酌もしちゃいます。本日のお供がこちら。シーバスリーガル12年水なら。はい。まあこれシーバスリーガルの日本限定のモデル。これ水ならってやつなんですけど、まあ普通にこのままでも美味しいんですけど、ボトルの中にこれ水ならスティックを入れてるんですよ。これもともとこれ水ならダルで付けられたシーバス。それにさらに水ならスティックを入れて追い熟成させてるわけですよ。だからね、もうウッディな香りがもう爆発してる状態なわけです。これうまいよ。今日はね、ちょっと贅沢にこれでいただきたいと思います。最近ね、ちょっと胃を悪くしててね、あんまお酒も飲んでなかったんで、久しぶりよ。よいしょ。OK。はい。ってことで、皆さん、乾杯。うん。うますぎる。うわ、久しぶりのハイボールしみる。うめえ。今日も昼間めっちゃ汗かいたんで、このキンキンに冷えたハイボール、うますぎる。ほんでやばい、やっぱり。ウッディな香りがマジで爆発してるよ。超リッチな味。これやばいわ。皆さんもぜひね、追い熟成してみてください。めっちゃうまいから。ってことでね、早速いただきたいと思います。待って、めっちゃうまそうちゃう、今日。やば。このブリトーの中のチーズがね、こう固まらんうちに先こっちからいただきたいと思います。ってことで、これ、いただきます。うわうわ、中のチーズがとろっとろ。んで、この春巻きの皮がもっちもち。うまっ。チーズとハムで、しっかり塩味が効いてるから、もう何も味付けいらんね。うわ、これ見て。中のチーズが。これ。やばい。たまらんね、このジャンキーさ。またハイボールがよう合う。うまい。はい。ほんで、でもね、メインはこっちですよ。こっち。もうこれ、エビ以外全部うちで採れた素材ですからね。バジル、ズッキーニ、パプリカ。いいね。早速、いただきますよ。よし。はい。あー、うまそう。いただきます。待って、うまっ。待って、まずジェノベーゼソースがやばい。うますぎる。結構ね、頻繁にうちジェノベーゼパスタも作るんですけど、その際にね、よくエビとか入れるんですよ。あ、ほんなら、エビ入れて、他の夏野菜とあえても絶対美味しいなと思って作ってみたら、案の定、バカうま。やばい。パプリカが超甘いねんけど。あんま。超肉厚やし、うんま。
ほんでもうズッキーニは安定のうまさですね。ズッキーニはね、どんだけ食べてもうまいもんね。飽きない。こればっかしは。で、口の中をジェノベーゼ味にして、これを。この背徳感がたまらん。もうジャンキーは正義。ああ。うますぎる。やばい。なんかね、もうね、今日はもう無性にこうエビをね、がっつり食べたくなって、ジェノベーゼソース超合うよ。ちょっと2杯目を。何にしようかな。あ、これがいいな。これにしましょう。次はね、アメリカンバーボンいきます。ワイルドターキー8年。これもめっちゃうまいよね。おお。この音ですよ、音。しゃ。いいね。ほんなら、2杯目。乾杯。うん。待って、うま。最近ちょっとアメリカン好きすぎる。バーボン特有の、なんていうか、このケミカル臭。せいろガンみたいなこの味。たまらんね。うん。いいんよ、これが。うめえ。あ、うま。これアメリカンにはそらこのブリトーでしょ。うん。いや、なかなかね、美味しいのができました。まあ、あとはね、ちょっと動画外でゆっくり食べたいと思います。まあね、もううちの畑、キュウリとかズッキーニは終わったんですけど、でもまだ、ナス、ピーマン系とか、あと、空心菜もあるね。もうそういったもんがね、まだまだこれからなりそうなんで、まあ引き続きね、楽しみたいと思います。とはこんな感じでね、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。